こんにちは。今回は ZOZO タウンのアプリ内から買える、ユーズドのお洋服 ZOZO ユーズドで購入して良かったアイテムを紹介していきます。本日は紅茶を入れて飲む時間がないので、推しペットボトルの黄金ウーロン茶を飲みながら失礼します。これ特保で高級感のある味わいなので、ぜひ皆さんも見つけたら飲んでみてください。今回夏服が多くて、魔女っぽい洋服というよりは夏のブラックコーデみたいな感じになると思います。夏服は冬に買うと安いので、逆もまたしかりで、なので冬は夏服を買いましょう。そして夏に黒は重いと思われがちなんですけど、素材やデザインを選べば全然大丈夫なので、みんな諦めないで黒を着ていきましょう。お先にみんなにがっかりせずに買い物してほしいから、ちょっと説明タイムに入ります。ZOZO ユーズドは日本に店舗があるようなブランドさんでも物によってはかなりお得で、一番安くて500円で買えて、今のところ変な古着が届いたみたいな失敗談もないのでおすすめです。古着のコンディションにはランクがあって、 S と A はまず失敗はないですね。ただ、S と A だけにすると500円レベルの商品がかなり少なくなっちゃうので、おすすめは B も入れて B の中から状態がいい商品を探すっていうのもおすすめです。必ずアイテム説明欄を見て、数回使用した程度で使用感が感じられないアイテムっていう明記があるものを選んでください。そうするとほぼ失敗はないかなと思います。で、これいいなっていうアイテムを発見したら、商品名をコピペして、で普通に Google とかで検索をして口コミを見たりとか着用画像を見たりして、自分に合うかを検討すると本当に失敗も少なく500円とかでいいお洋服が買えるので、ぜひ皆さん ZOZO ユーズドを使ってみてください。あと、多分新規会員登録だと2000ポイントぐらい無料でもらえて、で、2000円分で普通に使えるので、実質タダで購入できるみたいなやつを初回ができるので、URL 貼っとくので、そちらからぜひ飛んでみてください。では、購入品をレビューしていきます。1点目、こちら、今着ているこれですね。これが元値6980円で、コンディション A で500円で買えました。これまず素材がしっかりしていて、くたっとなるタイプじゃないです。夏でも着やすい生地感ですね。で、タグにポリエステル 100% って書いてあるんですけど、すごく綿っぽい生地で、他のサイト見たら綿90、リネン 10% って書いてあったので、どちらを信じるかはちょっとお任せします。おそらくセレクト系のお洋服、他のサイトだと違うブランド名で売られてました。特徴的なのは胸元と足元の編み編み部分ですね。これ胸元がこういう感じで編み編みがあって、これもう肌ですね。肌になってます。で、ここも透けてます。ここも特徴的ですよね、この V ネックで、この部分、足の膝上の部分も透け感がありますね。こういう感じになってます。今この下にここまでキャミがあるんですけど、まあキャミはここになくてもそんなに露出感がある感じにはならないかなと思うんですが、ただこの紐の部分は、キャミの紐の部分はこう見えてしまうので、これはちょっと好み、人によってはちょっとこれが嫌だよねって思う人もいるかもしれないですね。っていう人はまあここまでの、でも、V のインナーみたいなのを着ればいいかなと思います。私はあんまり気にならないので普通に着ちゃうかな。ブラトップとかでもいいかもしれないですね。生地感は伸びる生地感ではないので、ちょっと胸のところはギリかなっていう感じですね。で、ウエストにはこういう感じで紐があって、これ多分ここで結ばれてるんだけど、多分これは取って使うんじゃないかなって思います。でも取るとすごく長くなるので、多分こっちに寄せて絞って結ぶだと思うんだけど、となるとね、すごく長くなる。ここまで紐があるっていう状態になるので、ちょっとこれどうなんだ、ちょっとわからないっていう感じですね。全体で見るとこんな感じです。細見えするかって言ったらまあ微妙なところではあるんですけど、1枚で完結できてそれなりに見えるので、500円なら全然いいかなっていう感じ。これがちょっと多分こんなに長いわけないので、こっちでも結んでこっちでも結んでっていう感じなのかなと思います。
次はこちらです。ちょっとさっき暗かったのでライトをつけてみました。よく見えますね。こちらの、中のものではなく、こちらのワンピースのもの紹介です。これも夏のものだったので安くなってて、コンディション A で500円でした。たっぷりギャザーと広がりを抑えたティアードデザインが大人っぽい印象と公式にある通りにかなりサラッとしてて、素材感わかりますかね。かなりサラサラな素材感です。チャックとかではなくてもうそのまますっぽりと着れるタイプなのですごく楽です。全体像はこんな感じで、素材はポリエステル 100% で、ちょっと若干のちりめん素材っていうのかな、ちょっと分かりにくいんですけど、透け感があって、で黒でも軽やかな感じです。サイズはワンサイズって表記にはなってるんですけど、フリーサイズと言っていいと思います。で伸縮性は全然ないんですけど、かなりゆったり着れる。もうこの肩を下ろしたらストンって降りちゃうぐらい緩めなので、割と着れる体型の幅は広めなのかなと思います。でこの胸下のここから裏地もついていて、裏地もこれ裏地なんですけど、シャカシャカしないタイプのとろみのあるちょっと伸びる素材なので、このストレスもないです。この神戸レダスさんってもともとお安いんですけど、チャッチい感じもなくってすごく着やすいので、他もちょっと見てみたいなと思いました。こんな感じ。次はこちらです。これ定価14,300円がコンディション A で900円でなんと買えました。90% オフ以上、大感謝。持ち感がいいジョゼット生地にスライオリジナルジーナフラワー柄をプリントしたロングワンピースとのことで、この柄はこれジーナフラワーっていうらしいです。この黒地に真っ白ではないんですよね。真っ白ではないクリーム色みたいな若干落ち着いた色味のフラワーの柄になってます。バラなのか椿なのかちょっと分かりませんが、これ生地もさらっとしてて、真夏以外はオールシーズン着られそうだなっていう生地感ですね。で裏地もちゃんとついていて、ポリエステル100なのでシワもできなさそうな感じです。ただですね、ちょっとサイズがこれフリーサイズなんですけど、ちょっと私の体型では本当にギリギリで、これ後ろチャックなんですけど、一人じゃちょっと締めるのめちゃめちゃ厳しいっていう感じです。誰か人がいればこう上げてもらえるけど、自分だとちょっとここがパツパツすぎて上げるのが結構厳しいって感じです。だからちょっと後ろ今空いてます端でも多分私より体重が低い方だったら多分そのままシュッと上げれるんじゃないかなと思います。で前は V ネックですね。結構今これチャックが開いちゃってるんであれですけど、前は V ネックでこれもね飾りボタンなんですね。飾りボタンがここに4つあります。で飾りボタンなのでこう隙間からインナーが見えるみたいな心配はないです。でお腹部分がちょっとパツパツで見にくいかもしれないんですけど、ちょっとこれ切り返しがあって、ウエストがベルトのデザインがあって、ここからプリーツが広がっているデザインです。全体で見るとこんな感じですね。かなり足さばきもいいです。ここは伸びる、ここまで開きますね。で袖のボタンはこことここに2つあって、このゴム部分は伸縮性がこうあるので、ボタンを取らずに手を通すっていうのも可能です。でよく見るとここにデザイン性のある折り目みたいなのがあるので、これもちょっと可愛いですよね。あまりないデザイン。ただ全然こう下がるとそんなに目立つっていうことでもないので、さりげなく可愛いデザインかなと思います。ここは開いてます。先ほど言った通り伸縮性はないので、なのでサイズを確認して買った方がいいです。これは同じシリーズでミニワンピースもあるみたいで、そして色違いもミントブルーとワインレッドのカラーですごくそれも個性的で可愛かったです。で今回購入したのはこの3点なんですけど、 ZOZO には買い替え割っていう制度があって、 ZOZO ユーズドで買ったアイテムが不要になったら下取りをしてくれるよっていう制度なんですけど、今回2点過去に買ったものを2点下取りに出すので、それを最後に下取りに出す前に紹介をしたいと思います。まず1点目がこちらですね。でもこう見るとすごく可愛いです。
これは元に5390円で1400円で購入しました。下取り価格は200円ぐらいだったかなっていう感じです。でサイズはフリーでウエストがこうゴムになっているので、私はきつさは感じずにもうすごく楽に着れます。でここはもう飾りボタンですね。飾りボタンでワンピースと同じ色味で、なんかちょっとこれ見てほしいのが見えるかな。ちょっとほら、すごくボタン自体が可愛いんですよね。デザイン性のあるボタンで可愛いです。で前は V ネックで、後ろはボタンで留めるこういうタイプですね。で基本的にはレース素材で上半身は透け感があります。なので裏地はここからついているんですけど、ここはもう裏地がないので完全にキャミソールが透けるっていう感じですね。なのでこのラインが気になるよって人は V のキャミソールとこう着ないとちょっとこういう感じになっちゃうなっていうのがあります。であとこの手首部分がすごく可愛くってちょっと魔女袖感があるというか、ここもそんなにこうきついゴムじゃないのでここに跡がついていたいっていうこともなくすごく着やすいです。で丈は七分丈ぐらいですかね。これぐらいの丈感です。スカートはこういう光沢のあるちょっとシャカシャカした下地がついてます。なので透ける心配はなくってすごく可愛いですね。じゃあお姫様のような、お姫様の普段着のような感じです。じゃあこうやってシャカシャカ素材なので若干音はします。で色味は近づいた時の色味が一番近いです。ちょっと濃いワインレッドのような感じで、あんまり派手すぎずに着ることができます。でこれは割と夏は着てたんですけど、じゃあなんで下取りに出すかっていうと、一番は汗がすごく目立つんですね。この素材が少し水で濡らしてみると分かるんですけど、これ中水なんですけど、ですね、分かるかな、こんな感じですぐに色が濡れると濃いボルドーになっちゃうんですね。ちょっと分かりにくいかな、明確に色が今変わってますよね。でこれが汗をかくともうめちゃめちゃ目立ってしまって、ここならまだいいんですけど、それこその脇だとか、背中だとかが本当にちょっと汗が触れるだけでこの色味になってしまうので、汗をかいたんだなっていうのが目立ってしまうっていうのが非常に厄介でしたね。でこれですね、脇がここにあって、で脇のこのワンピース自体はここに脇があるので、なので汗脇パッドをしてもなんか、レースだしうまくつけれず、でもこうふと触れた時とかこうやってやった時にやっぱり汗がついてしまって汗じみになってしまうみたいなことがあって、ちょっとこれを着てる時も常に汗を気にするか何かを羽織るか、完全に汗をかかない日に着るかみたいな感じで、ちょっと着るタイミングが難しかったっていうのがあります。あとはずっと室内にいる想定の時とかですね、結婚式とかでも全然着れそうな感じなので、そういう時だったら良かったのかなとは思いますけど、ちょっと最近もう黒以外着ないことが多いので、こういう色味も最近あまり着ないし、下取り出せるならいいかなと思って、これはおさらばしようかなと思います。これは水なんで、乾いたら消えます。で2点目がこちらです。これはワンピースとジャケットベストのセットアイテムで、これもベルトもこうして割とピシッと着れるタイプのワンピース。これはもう秋冬用ですね。しっかり秋冬用のアイテムです。でジャケットがないともう広めの U ネックっていう感じで、ジャケットがないとこういう感じでシンプルな U ネックっていう感じのデザインで、ここでこれペラペラのジャケットですね。でこの濃いめのグリーンとグレーのバイカラーになっていて、どっかではなかなか見ないデザインですごく可愛いなと思って購入をしました。これは2100円で購入して、こちらもコンディションは A だったと思います。で、400円での下取りでした。でこれはですね、スリザリンコーデとかをするときにすごくいいなと思って買ってみたんですよね。これで本当にそのままスタジオツアーに行けるなという感じだなと思って、実際全然いける感じだし可愛いんですけど、でなんとこれ S サイズで、私が S サイズを着れたっていう、奇跡のサイズ感なんですけど、でもやっぱり若干きつくって、ですごく可愛いんですけど、一回これをもう着ちゃうとかなり印象が強いので、もうその同じ友達にはちょっと着れないなみたいなのがあるのと、何よりもちょっと私が暑がりすぎて、この生地感がすごく厚いですね。当たり前なんですけど、これもニットっぽいというか、裏起毛みたいな、全部裏起毛みたいな
生地感なので暑すぎて、これを1枚着て、まあ、コートを着てどこかに行っても店内に入ったらもうこれが暑くて、もう私に素材が向いてないなと思って、こういう素材大好きなんですけど素材が向いてないなと思って、これはもう手放すことにしました。でこれは他のカラーも豊富で、商品名で探せば ZOZO ユーズドでもちょこちょこ出てる商品なので、もし気になる方は調べてみてください。こういうなんていうんですかね、ちょっと秋冬のコーデュロイっぽい素材ではあるんですけど、多分コーデュロイの中では薄めの素材感だとは思います。そのね、重いって感じもなくて、着心地自体はすごくいいです。なので私がただ合わなかったというだけでそこまで不満はなく、で私でも S サイズを着れるっていうことは、むしろ私が L サイズとかを買ってしまったらブカブカだったのかなっていうこともあるので、でもただ S、それ S なので肩は本当にギリギリなんですね。この余裕みたいなのは全くなくて、もうかなりギリギリなので、パツンパツンとまではいかないですけど、上にこう上げるときはちょっときついかなっていうのはありました。これで以上です。基本 ZOZO ユーズドは一点物というか、一つのページからカラーやサイズを選ぶのではなくて、あるものしかないという感じなんですよね。なので古着屋と一緒のような感じです。もうそのサイズが出てなかったらないよっていう感じですね。なのでその一つが誰かに買われちゃったらもう当然それはなくなってしまうんですけど、同じ商品がまた違う値段で出てたりだとか、何個も出てたりっていうのが全然あるので、私が今回紹介した商品も今出てなかったり売り切れだったとしても、ちょこちょこそのZOZO ユーズドパトロールをしてこまめに見ると結構安くいい商品に出会えるのでおすすめです。もし ZOZO ユーズドまだ試したことないって人はぜひこの機会に試してみてください。でインスタでは顔出しもしてるので、よければインスタのフォローもしていただけるとすごくモチベになります。もちろん YouTube も登録していただけたら非常にモチベになります。ではまた。